マヨネーズだけじゃないのが私流のサラダのポイントです。こんにちは、あおいです。今回はですね、煮物だけじゃない切り干し大根のマヨサラダのレシピをご紹介します。この切り干し大根というのは乾燥させることで栄養価と旨味がギュッと濃縮されますので、カルシウムとかカリウム、それから食物繊維とかもたくさんの栄養価が含まれてます。なので保育園でも切り干し大根って結構ね頻繁に登場するんですね。ただちょっと噛み切りにくいイメージがあると思うので、今回は切り干し大根をとっても食べやすくするコツをご紹介していきます。まず切り干し大根はたっぷりのお水につけて戻していきましょう。はい、この状態で10分ほどお水につけて戻します。これ人参どうやって切ろうかこんな細い人参は4センチ長さの細切りにしていきましょうきゅうりも4センチ長さの細切りにしていきます。並べて端から切っていきます。ハムはこの半分の長さにして細切りにしていきましょう。ハムは重なっているとお子様噛み切りにくいのでほぐします。茹でる時にねほぐしながら入れても大丈夫です。戻した切り干し大根の水分軽く絞って3センチ幅に切っていきます。ただ切り干し大根はね横に並べられるわけではないので、もうざっくりとで3センチの幅に切っていきます。いい香りだ。切り干し大根美味しそう。では切り干し大根を茹でていきます。お水からね茹でていきましょう。そうすると柔らかく仕上がります。お水に入れて沸騰するまで待ちます。切り干し大根、水から茹でて沸騰してから10分経ったら引き上げます。では人参続いて入れていきます。人参は沸騰してから3分ほど茹でていきます。人参3分ほど茹でたら引き上げます。最後きゅうりとハムは1分ほど茹でていきます。きゅうりもさっと茹でることで青臭さが抜けて食べやすくなって、ハムは茹でることでね塩抜きできますので薄味でつけることができますハムときゅうり茹でたら合わせて流水にさらしていきます。白ごまをいっていくんですけれども、フライパンでいる方法もあるんですが、今回はアルミホイルで簡単にいっていきます。アルミホイルの片側に白ごまをのせてちょっと広げて、でこのままこれだと焦げちゃうので半分に折りたたんで上にかぶせます。でこれをオーブントースターで 2,3 分ほど加熱していっていきます。いりごまなんですけど、再度加熱していることでこのごまの香ばしさが加わるので切り干し大根がさらにね食べやすくなります。ひと手間ちょっと大変かもしれないんですけど、子供がなかなか食べないなっていう場合はこうしたねちょっとした工夫を加えるだけでも食べてくれたりしますので、ぜひやってみてください。うわ、いい匂い。ごまはねこんな感じでとってもいい香りがしております。ではあとは水気をぎゅっと絞りながら切っていきます。この時によく絞れてないと結構水っぽい仕上がりになりますので、切り干し大根ちょっと力入れるの大変なんですけど、頑張ってぎゅっと絞ってください。美味しそう。
もともとは大根なのでマヨネーズともね結構相性いいんですよね。これが美味しくて。よいしょ。はい、では調味料を混ぜていきましょう。マヨネーズです。マヨネーズだけじゃないのが私流のサラダのポイントです。ここにお味噌をちょっと加えていきます。これでねコクが出ます、すごく。で仕上げにですねこの醤油加えます。マヨネーズだとちょっと切り干し大根に絡みにくいので、お醤油とそれから先ほどいった白ごま、これを加えることで味なじみが良くなるので本当にすごく食べやすくなります。あ、ごまがすごい散った。でこれを混ぜていきましょう。うわ、いい香り。お味噌のこれで切り干し大根のマヨサラダ完成です。うわ、美味しそう。大丈夫ですか、小太郎くんは。どうした？何で寂しい病が発生してしまったね。そうだよねあ、どうぞどうぞ。3、はい、給食給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。小太郎の BGM とともにいただきます。口の中に入れた瞬間、このお味噌の香りがふわっと広がってすっごく食べやすい。多分マヨネーズ系のサラダってマヨネーズ塩コショウとかだけで仕上げることが多いと思うんですけど、本当に味噌とあとお醤油加えることでコクが加わるのでとっても野菜食べやすい。美味しい。で煮物以外でもこういう風に工夫をすると本当に子供が食べる料理に変身しますので、ぜひ今日のマヨサラダも簡単なので作ってみてください。ありがとうございました。